600ワットで1分20秒。私は剥がして食べる派です。ベビーリーフなどを添えます。わからないです。私はさらにトルティーヤで巻きます。蜜ろうワックスを。ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。チャンネル登録もお願いします。ネギ味噌ジンジャーチキン 100g あたり110円で2185円です。デリカコーナーの新商品、メルマガ掲載品です。加工日は今日、消費期限は明後日です。蓋を開けるとガーリックが強く香ります。我が家の場合、デリカの味付け肉は3回に分けて食べます。すぐに食べない分はフードセーバーに入れて冷凍しておきます。味付け肉は跳ねてキッチンが汚れるので、私はオーブンで焼きます。180度で20分ぐらい焼いたかな。鶏肉がしっかり加熱されれば OK ですよね。長ネギ、玉ねぎ、青ネギ3種類のネギが使われていて、玉ねぎの存在感が結構あります。ジンジャーが効いているのでソースはパンチがあります。唐辛子の辛さとは違って生姜の辛さと強めの塩分です。鶏肉自体はちょうど良い味になっています。付け合わせのサラダをネギ味噌ジンジャーソースで食べました。米久中華ちまき6個入り1028円から130円オフです。1個あたりは 149.66 円。加工は静岡県。賞味期限は3月21日です。約半月です。パッケージ変更してからは初購入です。ちくわごと測った重さは 104g。水にくぐらせてからふんわりラップして600ワットで1分20秒加熱します。500ワットなら1分50秒。もちろんせいろなど蒸し器で20分でもいいんですけれども、やる人います？温めると竹が香りますね。紐をほどくと簡単に開きます。以前海鮮&角煮ちまきをご紹介したこともありますけれども、具材はそれとは全然違いますね。枝豆とか入ってませんしね。椎茸、人参は目視しやすいですけれども、タケノコはもう食感で探すしかないですね。鶏肉はこれだと思うんですけれども、フレークになっています。砂糖醤油カラーにツヤツヤしたもち米、見るからに美味しそうです。味は濃すぎずもちもちとして美味しかったです。低糖質パンアソート3種類が3個ずつ1258円です。1個あたりは 139.77 円。北海道クリーム、しばらく見ない間に少し小さくなった気がしますが、チョコレートとキャラメルを引き連れて帰ってきました。北海道クリームはちょっと苦みがあって苦手な人もおられたみたいですが、私は好きです。チョコとキャラメルのフレーバーなら苦みも気にならなくなるのかもしれませんね。製造は群馬県。賞味期限は4月25日です。約5週間です。食物繊維と乳酸菌は50億個入ってるんですね。重さは 65g くらい。直径は9センチ。高さは3センチくらいです。飛び込みたいくらいにふわふわですが、割と油分があり手がべたつきます。飛び込みはおすすめしません。クリームと生地がバームクーヘンのように層になっていて、私は剥がして食べる派です。チョコとキャラメルは初めて食べましたが、それぞれのフレーバー感は弱め。口に含んだ時にふわっと香る程度なので、3種類の違いはほとんどないです。低糖質パン特有の苦みや風味が勝っているので、甘々クリーミーな菓子パンを期待していると裏切られたように感じるかもですが、あくまでも糖質オフ。こんなもんでしょう。私は好きです。2回言ったかな。ヌテレックスバター風味オリーブオイルスプレッド 1kg 入り928円です。乳製品フリー、ラクトースフリー、ナッツオイルフリー、コレステロールフリーオイル、グルテンフリー、保存料フリー、オメガ3を含みます。バターの代わりに調理にも使えます。気に入っているので何度もリピしています。原産国はオーストラリア。賞味期限は見づらいんですけれども、来年の1月11日です。約10ヶ月です。柔らかいのでパンにも塗りやすいです。塩味もかなり控えめなので好きです。
国産鶏胸肉 2.5kg 1608円です。100g あたりは 64.32 円です。消費期限は3月8日です。購入日含めて6日です。4つに分かれるサドルパックで1パックは 600g 程度です。鶏胸肉とキャベツのレモンバター炒めを作ります。材料は概要欄にも記載してます。キャベツは太めの千切りにします。鶏肉はそぎ切りにしてクレイジーソルトを振ります。鶏肉の水気をキッチンペーパーで拭き取り、片栗粉を薄くまぶします。フライパンにサラダ油を引き、鶏肉を皮目から先に入れ、中火で両面を焼きます。白ワインと砕いたマギーブイヨンを入れて軽く混ぜ、キャベツで覆います。火を弱めて蓋をして3分くらい蒸し焼きにします。蓋を取り軽く混ぜたら少し火を強めて、ヌテレックス、レモン汁、ブラックペッパーをかけて混ぜ炒めます。鶏肉がしっかり加熱されていれば完成です。お皿に盛り、あれば輪切りのレモン、ベビーリーフなどを添えます。茨城県産のオーガニックベビーリーフ399円です。開封したらまず仕分けます。傷みやすい赤系の葉や水菜のような細い葉は優先して使います。毎回リーフの種類は違ってて、今回は水菜が多めですね。他はレッドロメインとターサイと小松菜かな。生の水菜は苦みがあるので少なめだと助かるんですけれども、日持ちする葉はキッチンペーパーを敷いたコンテナに入れていきます。このようにとろけている葉やゴミを取り除きます。いつもよりお安く買えた時は捨てる量も多いんですよね。外観ではもうね、わからないです。グライシンガーチーズ入りベーコン巻きフランク、通常998円が677円、末尾77円のお買い得品です。100g が6本、2パックに分かれています。製造はオーストリア。賞味期限は3月10日です。約1週間期限が迫ってるから安いんですね。このままでも焼いても食べられますが、私はさらにトルティーヤで巻きます。チーズ入りベーコン巻きフランクのトルティーヤ巻きを作ります。解凍してからフライパンで温めたトルティーヤの上に炒めたキャベツを広げます。キャベツはクレイジーソルトで軽く味付けしてあります。チーズ入りベーコン巻きフランクを乗せます。加熱してません。2種類のエリソースは接着剤代わりにもなるので巻き終わりのあたりに塗りましたが、キャベツを広げる前にトルティーヤ全体に塗ればよかったなと後になって気づきました。そしたらね、クレイジーソルトも必要なかったですしね。左がエリソースのマイルド、右がレモンソース。くるくると巻いてから食べやすい幅に切ります。お好みでエリソースのホットをつけて食べます。ワイルドウエストハニーバーベキュービーフジャーキー 300g 入り1998円です。新商品です。粉末の蜂蜜が使われています。原産国はオーストラリア。賞味期限は来年の4月1日です。約13ヶ月です。開封するとガーリックが香ります。大きさはバラバラですが、だいたい一口サイズです。柔らかめですが、ジャーキーらしい噛み応えはあります。蜂蜜は主張しすぎず、最初に甘みとホワイトビネガーの酸味、噛むことによりスパイスと牛もも肉の旨味が広がり、後味にスパイスのパンチが残ります。お酒にもよく合い、とても美味しいです。今まで買ったジャーキーと比べると、私はこれが一番好きな味です。バードロックアカシアサービングボード2880円から900円オフです。3月12日までです。安くなるのを待ってました。登場してから1年以上経つんですけれどもね、原産国は中国です。全体のサイズはほぼパッケージ通りで、一番長いところで80センチですが、サービングできる部分は長いところで67センチ、短辺は 21.5 センチ、厚さは 22.6 ミリ、かなりがっしりとしてて、棚板としても使えそうですよ。傷がなるべく少ないものを選びましたが、ここがガムテープを剥がしたような感じに見えてしまって、
木目の選び方を失敗しました。ずっと欲しかったものなのにね。裏面としては使えば問題はなしです。木製カトラリー用のオイルでお手入れしてくださいと書いてありますが、食用のアマニ油かエゴマ油で大丈夫です。オリーブオイルはダメです。私は作業テーブルにも使っているこちらの蜜蝋ワックスを使いました。成分は国産蜜蝋、アマニ油、杉エキスです。独特の匂いはしますが、1日放置して乾けば大丈夫です。室内の作業でもお天気の良い日がおすすめです。今週のお酒は宝焼酎ハイボールレモン。キャンペーンでいただいたものでコストコとは関係ありません。糖質ゼロ、アルコールは7度。キリッとした辛口で美味しいです。メニューは話題の暗殺者のパスタにパールモッツァレラをかけて可愛くしたもの、大根とベビーリーフのサラダ、チーズ入りベーコン巻きフランクのトルティーヤ巻き、ハニーバーベキュービーフジャーキー、クープがうまく入らなくてスライスしてごまかしてる自家製のフランスパンです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。